どうも、ベルです。今回はグランドマフィアの、気まぐれコラムということで、英雄装備について、いろいろとお伝えしていこうかなと思います。この英雄装備なんですけども、めちゃめちゃステータスが上がります。本当強くなるには絶対に必要な要素なんですよ。ただ、これめちゃめちゃ上げるの大変で、どうやったら、効率よく上げていけるのというところだったり、誰から優先して、輸送日つけていけばいいのというところだったり、いろいろと、考えていくべきことがありますので、今回の動画でいろいろとお伝えしていけたらなと思います。まず、輸装備についてなんですけども、基礎ステータスと、固有ステータスがありまして、基礎ステータスについては、各陛下ごとの、ユーズ面で開放する基礎図面で開放することができまして、固有ステータスについては、その英雄ごとの、専属図面がありますので、そちらを使用することによって開放することが可能です。また、開放時には、合わせて装備パーツが、必要になるんですけども、これは英雄の図面を集めていけば、正直勝手に集まっていくものなので、そこまで意識する必要はないのかなと思います。また、au のグレードによって、獲得できるバフに違いがあるので、基本的には、S グレードの au、S グレードの au の au 武器を優先していくのがいいんじゃないかなと思います。ただ、この au 武器、au 装備ですね、すいません。正直言ってしまうと、無課金英雄が強くなるというよりかは、課金英雄がさらに強くなるものです。英雄装備実装前って、正直課金英雄と無課金英雄で、もちろん差はあったんですよ。ただ、めちゃめちゃ変わることって正直なくて。金にするのに、130万円かかる、タイタンと、シャドウブレイドと、ミラー。正直この3人って、コスパはぶっちゃけ悪かったんですよ。ただ、この英雄装備が、実装されたことで、それだけの価値が、ある英雄になりましたし、あとセイントと、レッドローズとオーガですね。この3人についてはもともとめちゃめちゃ強かったんですけど、さらに強くなって。あと課金の端子英雄なのに、無課金の端子英雄より弱かった英雄ですね。例えば伯爵とかなんですけど、ちゃんとそちらが復権して、無課金英雄よりは強くなりました。そのあたりのね、強さランキングについては、以前の気まぐれコラムで解説したので、気になる方は、概要欄に貼ってますので、そちらご覧いただけると、嬉しいなと思うんですけども、良くも悪くも、英雄装備って上がる幅かなりでかいので、強くなっていく上では、無視できない要素なのかなと思います。では、こちらの英雄装備、開放していくのには、図面が必要になるんですけど、それらの図面については、レベル4以上の該当の発射をひたすら借りましょう。一応ごくたまに英雄図面のイベントやってるんですけど、ほぼ来ないので、効率の良い借り方だったり、狩るために必要なエネルギー集めについては、前々回のゴールドの稼ぎ方についてのコラムと、前回の該当発射についてのコラムでお伝えしたので、詳細は省くんですけど、ヘルイベやりまくって、エネルギー集めて、投資の、該当の発射の項目ですね。そちらを終わらせて、チャレンジャー装備育てて、レベル5の該当の発射をひたすら借りまくる。もうこれが本当に全てなのかなと思います。英雄装備が、図面の状態でドロップすることももちろんあるんですけど、基本はかけらの状態でしか落ちないので、そうなると、かけらって100個集めないと図面にならないんですよ。なのでやっぱり借りまくる必要があるのかなと思います。またこちらいらない図面を分解することによって、こちらの英雄装備交換コインというものにも交換することができまして、こちらのコインを使用することで、図面商人ライナスというところで、ガチャができます。こちらのガチャをやっていくことで、60回ごとに、英雄図面のピース交換券、60枚と、交換することができます。ただこちら注意点がありまして、
分解するのって、効率良くないんですよ。なので、最終的に使う図面については、交換せず残しておいていただくのがいいんじゃないかなと思います。基本的には、固有ステータスを解放した英雄の図面もしくは、本当いらない図面ですね。ただ、固有ステータスの図面って、正直ほぼ全部使うんですよ。一応、投資終わってる人なんかは、投資バフって必要なくなるので、そちらについては、解放しなくていいので、交換しちゃってもいいかなと思うんですけど、それら以外については基本的に、すべて残しておくのがおすすめです。あとは、基礎図面の方、ビーグルですね。本当これについては、使わないので、全部交換しちゃって OK です。ただ本当にそんなにたくさんの、装備コインがもらえるわけじゃないので、あれなんですけど、とりあえず交換していきましょう。じゃあせっかくなので、ライナスのやつ回していこうかなと思うんですけど、こんな感じで、正直、この取引の結果って、一見悪いように見えるんですけど、ほんとこんなもんなんですよ。もう一回回すんですけど、本当に全然出ないので、本当メインは、60回交換するごとの、図面ピースですね。そちらを本当にメインで考えていただくのがいいんじゃないかなと思います。いや、本当に何も出ないですね。これで1回ぐらいね、本当ちゃんと図面の状態で引きたいんですけど、引けないですよね。ただ、今回でちょうど62回になったので、60枚の、図面ピースと交換することができました。で、この図面ピース交換券を、何と交換するか問題、あると思うんですけど、まず前提として、固有ステータスのものと交換しましょう。この図面ピース交換券3枚で1つの固有ステータスのピースで、ピースなんですけど、一応これ基礎図面だと、この交換券1枚でかけら1枚と交換できるんで、一見この基礎図面と交換したくなるじゃないですか。ただ、最終的に集まりづらいのって固有ステータスの方なんですよ。最終的には、基礎ステータスの方が余っていくと思いますので、固有ステータスのものと、交換していきましょう。じゃあ、どれと交換するのっていう、ところなんですけど、タイタンと、ミラーとシャドウブレイド。こちらいずれかが、キーになってる方、全然多くないと思うんですけど、キーになっている方は、そちらと交換しましょう。ほんとこの3人って英雄装備がほんとバケモンレベルに強くて、もう固有ステータスで、チームの余ダメージを 1.5% 上げれるんですよ。ほんとこれって、チーム攻撃の 30% 以上の価値があるので、ほんとこれ解放するだけでほんとめちゃめちゃ強くなるのかなと思います。あとはほんと基礎ステータスもめちゃめちゃ上がりますね。単種の 35% なので。で、時点なんですけど、セイントと、レッドローズとオーガ。この3人も、バランス英雄で本当に強くなります。固有ステータスの、攻撃ダウン 15% 減少ってめちゃめちゃでかいので、あとは、単種の課金英雄ですね。ギャングで言うと、ロックスターと、スロット。ロックスターについては、ギャング攻撃が 18% アップ。スロットだったら、チーム HP が固有ステータスで 15% 上がります。で、シューターで言うと、ブルータスとチュパカブラですね。で、ブルータスだったら、固有ステータスで攻撃が 18%。チュパカブラだったら、固有ステータスでチーム HP が 15% 上がります。バイカーだったら、ママシータとギルティガンナーですね。ママシータだと、固有ステータスで攻撃が 18%。チュパカブラだったら、すみません、ギルティガンナーですね。ギルティガンナーだったら、固有ステータスで、チーム HP が 15% という形で、めちゃめちゃ強くなります。基本的には、英雄装備なしでも強かった英雄を、まずは伸ばしていくイメージで良いかなと思います。
その後は、3番手の単種英雄とバランスの2番手英雄ですね。ギャングだったら伯爵。シューターだったら、パピーと言いたいところではあるんですけど、シューターって、ハンターの基礎図面解放した状態と、パピーの基礎図面と固有セラス、どちらも解放した状態って変わんないんですよ。そうなると、基礎図面だけハンター解放して使っていく方がね、いいかなと思うので、パピーは後回しでいいのかなと思います。バイクだと、百花繚乱ですね。で、バランスの2番手英雄というのは、セクシーキャットと、スノーストームと、ミッキーですね。一応、プロフェッサーが金なのであれば、そちらの方が優先度は高くなると思うんですけど、なかなかプロフェッサー金って大変だと思うので、一応こちらの、先にセクシーキャット、ミッキーと、あとスノーですね。そちらを優先して解放していただくのがいいんじゃないかなと思います。一応これらの順番で、固有セラスを解放していくのがおすすめにはなるんですけど、本当基礎ステータスについても、先ほどと同じ順番で OK です。余ったら他の英雄に使っていって全然いいと思うんですけど、ぶっちゃけそこまで余んないので、本当にヒリストとかファングとかって、本当元が弱すぎて、基礎図面解放しても大して強くならないっていうのがあったり、ただ逆にもともと強かった無課金英雄なんかは、上がり幅が正直少なすぎて、課金英雄の5分の1くらいしか上がんないんですよ。本当例えば、スマッシャーとかって、もともとすごい強い無課金英雄なんですけど、バイカーの防御 15% 上がったところで、全然変わんないので、これって以前お伝えしたんですけど、本当攻撃に換算すると、もう 3% 分とか、それぐらいのものなので、そうなると、どうしても優先度っていうのは下がってきてしまうのかなと思います。あとは生産アップだったり、投資のスピードアップだったり、該当の発射ダメージアップだったり、いろいろとあるので、正直、ニヒリストとかファングに使うのであれば、そっちに使っていくのが全然いいんじゃないかなと思いますが、ここについてはね、人それぞれだと思うので、ぜひ、ご自身の子供の形にしていただくのがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回は英雄装備について、いろいろとお伝えしていったんですけど、本当に集めるとめちゃめちゃ大変です。ただその分めちゃめちゃ強くなる要素なのは間違いないので、本当頑張っていくと、ライバルに餌をつけることができますので、頑張っていくのがいいんじゃないかなと思います。はい、では今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。